皆様、こんばんは。平安 VTuber、佐々木亮です。このチャンネルは、源氏物語をひたすら語っている番組です。平安がどんな時代だったか、作者、紫式部がどんな人だったかなど、関わる情報も発信していきます。平安ファン、憩いの場を目指して、いろいろやっていますので、気軽にお集まりくださいませ。ねえねえ、りょーちん。はい、なんでしょう、佐々木さん。今回は、あらすじの紹介、なんだよね。はい、そのつもりですよ、佐々木さん。源氏物語のあらすじ紹介って、そういう動画、もうたくさんあるよね。はい、ありますね、佐々木さん。でも、平安人視点の解説って、ほとんど見かけない気がするんですよ。平安時代の価値観で読むと、どう見えるのか、っていう。そりゃそうでしょ。今、令和だよ。でもやっぱり、作者が意図した通りに、書かれた時代の空気の中で読む方が、断然面白いんですよ。わかりますので、今回は、すっごい、売り、をご用意しました。何登場人物を、11人に限定したんです。11人しか、出てきません。それで、ストーリーの流れを、通しで、ご紹介します。名付けて、11人制、源氏物語。11人。はい、11人。いや、無理でしょ。はっきり言いますね、佐々木さん。どうして無理だと思うんですか？だって、源氏物語だよね。登場人物、500人くらい出てくる長編だよね。そうですね。サクッと系図を書いてみるだけで、このくらいになる大河小説です。この系図だけで、100人ちょい、載っています。100人？はい、100人。源氏物語は全部で54巻ありますから、単純計算すると、1巻に2人、新キャラが出てくればこうなります。しかも貴族の世界の話なので、どのキャラも、腹心の召使いを連れてますし。召使いも、立ってるだけじゃないんだよね。はい、彼らも活躍するんですよ。じゃ、どうやって11人に絞り込むのさ。そこは、削りまくって、重要度、少しでも低い人を、泣く泣く削除し尽くして。そこまでして、キャラ11人、源氏物語をやりたかったわけだ。だってね、やっぱり、源氏物語を読んでみようって人にとって、キャラの多さはハードルになってると思うんですよ。まあ、そうだね。意味ありげに登場してきた人物が、実はモブで二度と出てこなかったりするしね。天世の品定めの様の神とか、ですね。かと思えば、一夜限り、じゃない、一話限りの恋の相手って女気味が、再登場して重要ヒロインになったりするし、ね。花散里ちゃんがそれですね。初登場時はお姉さんの、霊系伝の女房の方が重要キャラでした。なのにお姉さんはいつしか消え失せて、花散里ちゃんが目立つ立場に。連載中に、人気出たんじゃない？現代の週刊なんとかですか？でも、その可能性、あると思います。源氏物語には、ここ、読者へのサービスだろうなみたいな箇所、あれこれ、あるんですよ。長編書くには時間かかったはずだから、書いてるうちに読者の声が届いてきて、それで展開、変えたりとかは、あったんじゃないかと思いますね。それって、連載？とにかく、キャラを11人に絞ったあらすじ解説なら、ストーリーの起伏が見やすいし、伏線、仕掛けのハラハラ感が、現代人にもわかると思うんですよ。まあ、趣旨はわかった。で、今日は何をやるの？第1巻、切り壺です。意外と普通に始めるんだね。いずれの王ん時にか、女房、行為、あまた、侍たまいける中に。いや、それはやりません。そんな風に進めてたら、何年もかかっちゃいますよ。つうか、やるのはあらすじですって。わかった。それでは、始まり。ある時代のことです。帝、つまり天皇ですね。その子供たちの中に、軍を抜いて、出来の良い男子がおりました。後の光源氏です。ねえねえ、りょーちん、光源氏って、切り壺の時点では幼児だよね。はい、そうですよ、佐々木さん。どう見ても大人。そうですが、源氏物語は4世代、75年にわたる大長編なので、成長や老化を反映させると、キャラ絵が膨大に増えるんです。だからこの番組のイラストは、各キャラの代表ポートレート、いわば看板だと思ってください。経年変化は考えない。浅木夢見氏の偉大さが忍ばれるね。それでは、話を戻しまして、この時代、天皇になるのは生まれた順ではありません。本人の資質や母の身分、その実家の権力などで決まります。光源氏はカリスマがあったので、将来は天皇にって空気が生まれました。しかし、そこへ立ちはだかったのが、古貴殿の大妃です。帝の妃の一人ですね。この人も巫女を産んでいる、光源氏の異母系です。なので古貴殿の大妃は自分の子を帝にするため、ひいては一族の繁栄のため、フルスロットルで戦うわけです。その過程で、光源氏の母を死に追いやりました。ねえねえ、りょーちん。はい、なんでしょう佐々木さん。それって罪に問われないの？古貴殿さん自身が手を下したわけじゃないらしくて、ですね。源氏物語は、口にすべきでない事柄は、ふわーっと書くので、具体的に何があったかわかりにくいんですが、どうやら、古貴殿の振る舞いのせいで、こいつ、いじめていいやつって空気になり、皆が寄ってたかって攻撃して、中には呪詛をした人もいたかも、って状況だったかと思われます。厚労殿に住んでた妃が怪しい感じですね。ちなみに呪詛、この時代には犯罪です。真剣に恐れられていましたのでね。というわけで、古貴殿さん、下手人ではない可能性高いんですが、いじめの旗振り役だったことは確実で、道義的責任があるんですね。ずっと先の話になりますが、古貴殿さん、帝の制裁への昇進は、生涯叶いませんでした。当時の読者としては、ざまあってとこでしょう。
さて光源氏は、もともと母の身分がいまいちな上に、保護者、つまり祖父、母、祖母が、早々死んでしまった身なので、一層立場が弱くなります。それで進化に降りざるを得ませんでした。この時代、天皇の子に生まれたら、即位が究極の夢になるのですが、その未来は、早々に閉ざされてしまったわけです。さらに、平安時代のもう一つの夢は、幸せな結婚なんですが、良き出会いから子宝、一族繁栄ってのが理想なんですね。光源氏はこっちもつまずいた。運命の人、藤壺宮と出会ったんですが、彼女はすでに既婚者。それも、光源氏の父帝の妃になったばかりだったのです。光源氏と藤壺、根性では、縁が食い違ってしまいました。ねえねえ、りょーちん。はい、佐々木さん、来ると思いました。根性ではダメだった。っていうことは、前世ではご縁があったってこと？その通りです。平安人のイメージ世界は、前世、現世、来世。恋人たちは、生まれ変わり死に変わり、また出会うんです。だから、根性で縁があるってことは、前世でも来世でも、あるってわけですね。それ、結構嫌じゃない？そう感じるなら、その関係は、心浮き、ちぎりってことですね。逃れがたき、すくせ、と言ったりもする。男女の縁は、切っても切れないのです。良くも悪くも。わあ、嫌ですね。自分でそれ、言う。話を戻しますと。平安人、一番の関心事は、出世と結婚。でも光源氏は、どっちにも運がなくて、人生の出だしでつまずいちゃった、ってことですね。はあ、第1話で、ボスに負けるやつ。佐々木さん、現代の漫画じゃないって何度言ったら。ただし、ですね。実は、平安時代には、一度源氏になった人が皇族になり、その上、即位した実例があるんですよ。もちろん、超がつくレアケースですが、紫式部の時代から約100年前、源定美こと、宇田天皇が、このルート、辿って帝になってるんです。平安人目線で考えると、素晴らしいすくせにお生まれつきになったのだなぁ。さぞかし前世で良い行い、なさったんだろうって感じです。ちなみに宇田天皇、黒猫を飼ってて、溺愛日記を残したことで、知る人ぞ知る存在ですね。脱線しました。では、光源氏はどうかというと、光り輝くような美しさの持ち主ですね。平安人的に考えると、美貌というご褒美もらって生まれてきたということは、前世で善行したはずなんですよ。加えて光源氏は、学問やら芸術やらにも秀でていて、人を引きつけるカリスマもある。これら皆、帝王の資質ですね。これだけ実力が凄すぎるってことは、もしや、って感じなわけです。実際、不思議な予言も下されていまして、天皇の位も藤壺宮も、手が届かないわけではなさそうな、ひどく意味深な未来がほのめかされるんですね。この主人公、もしかしたら、天皇になれちゃうんじゃないか。こういう謎と煽り付きで、光源氏、社会人デビューします。ねえねえ、りょーちん。はい、なんでしょう、佐々木さん。社会人デビューはないでしょう。もそっと雅に言いなさい、平安なんだから。玄福と言いましょうか。でも、専門用語はできるだけ使わない方針でいきたいんですよね。いいや。この時光源氏、まだ子供だよね。現代人視点では、そうですね。満10歳から11歳です。当時の史実と比べても、かなり早めの成人式ですね。15歳過ぎくらいで、大人ってイメージだったみたいです。ただ、成熟が早いのは基本めでたいことだったみたいで、物語のキャラには成人早めの人がよく見受けられます。栄養状態がいい、つまりお金持ち、という、ポジティブな印象だったんでしょう。さて、光源氏は成人式と同時に、葵の上という女性と結婚させられました。親同士が決めた政略結婚で、彼女の一族と手を組んだわけですね。結果、朝廷に一大派閥が形成され、古貴殿の大妃たち、悪役グループですね。彼らは抑え込まれます。リーダーである古貴殿の大妃さんが、藤壺宮に身分ではかなわないって点も大きかった。古貴殿さんたち、優秀有力だけど、横暴なこの一派に、きっちりタガがはまったことで、朝廷は秩序を取り戻し、正しく回り始めました。めでたしめでたし。以上が、一巻、桐壺のあらすじです。長い、複雑、難しい。ですよね。桐壺の巻って、とても難解なんですよ。ただし、ですね、あまり深く受け止めなくて良いです。桐壺の巻って、多分、最初は存在しなかったんです。はぁ？これからお話しする、光源氏の出世物語。それがだいぶ進んでから、改めて、内容を整理するために書かれた巻だ、って見方が、今の主流です。なので、もっと先の方まで行ったら、軽くおさらいします。すると、すっごくわかりやすいんで、驚きますよ。そりゃ、また、どうも。でも、へんてこりんな巻だね。そうですね。でも、源氏物語の世界観つかめてから読むと、めちゃめちゃ奥が深い巻なんですよ。だから、桐壺全史という、桐壺の巻より前の事件を推測する研究が、一大ジャンルになっているほどです。読めば読むほど、沼る巻です。僕やめときます。それでは最後に、今日登場したキャラたちを改めてご紹介しましょう。まず光源氏、主人公ですね。出世レースでは序盤からこけましたが、すごいポテンシャルを持っていて、今後挽回してくれそうな、楽しみな主役です。次に、藤壺宮、光源氏の運命の人ですね。年齢や人となりは光源氏とお似合いなんですが、現世では義理の母子になっちゃいました。3番目、葵の上、光源氏の本妻です。この結婚により宮廷に安定多数派閥が形成され、繁栄の時代を導きました。ただし、妻としては相性、良くないです。そして、本日最後のキャラ、
古貴殿の大妃、敵対勢力のドンですね。正論や知性を振り回す人で、優秀だけど人望がないリーダーです。彼女らがきっちり抑え込まれたことにより、理想的な時代が花開き始めます。ご視聴誠にありがとうございました。本日はここまでにしたいと思います。それでは皆様、ごきげんよう。